世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストに掲げております。はいたかと申します。今回はですね、いよいようちのゲームが抱えている最大の問題といいますかね、悩みどころについていよいよメスを入れていきたいなと思います。もう皆さんもね、分かってらっしゃると思うんですが、そうです。千葉とちぎりの問題ですね。以前の動画でもお伝えした通り、もう最悪ね、オミットしちゃうっていう方向性も考えてはいるんですが、やっぱりね、どうにか新しくして残せないかっていうふうに僕自身も思っていましたし、視聴者の皆さんもね、そう言ってくださる方が多いので、ちょっとね、新しく千葉とちぎりのシステムをリメイクする方針案っていうものをまとめたので、今回の動画で共有していきたいと思います。で、もちろんね、今回の動画についてはコメントとかもちょっと参考にさせてもらって、リメイク案に微修正加えながら、来週1週間でね、かっちりと新しい新千葉システムっていうものを実装してしまって、で、それをまた動画にしますので、それを皆さんに見ていただいて、これでいけそうだなってなったら、もうそのままゴリゴリ作っていって、で、正直ね、あんまり面白くなさそうだなってもしなってしまった場合は、もうその場合は千葉とちぎりは一旦オミットするっていう判断でいこうかなと思っております。ここがラストチャンスっていう感じですね。7月の1ヶ月間をね、戦闘の見直し期間とさせてもらったことで、千葉とちぎりを含まない通常戦闘の部分に関しては、マジでめちゃくちゃ良くなったんですけど、8月以降はやっぱりマップの制作とか、システム面、チュートリアルとかをね、作らないといけないので、戦闘以外の要素ですよね。にもそろそろ着手していかないといけない時期になってきているので、来週の1週間でね、すべて千葉問題に関してケリをつけていきたいなと思います。今のところね、そのリメイク案っていうのもいいものができてるんじゃないかなと、個人的には考えてますので、ぜひね、新しくなった、面白くなった千葉のシステムっていうものを、このゲームに残せるようにね、頑張っていきたいと思います。それでは早速ね、そのリメイク案どういう風に作り直すんだっていうところを共有していきたいと思います。旧作での千葉システムの問題点っていうのが一番大きかったのは、まず千葉のデメリットが大きすぎたっていう点ですね。それからもう一つが、千葉のメリットも大きすぎた。この一見相反するような二つの要素が両方とも成り立ってしまっていたっていうのが、大きな問題だったかなと考えています。これ具体的にどういうことかっていうと、まず一つ目、デメリットが大きすぎる点。千葉の発生条件としては、アーツっていうね、メインを消費する技、MP を消耗する技を打っていくと、オーバーヒートゲージっていうものがどんどん溜まっていって、で、それが一定数値を超えると、千葉の発生が確定。ちぎりっていうね、千葉から逃れるためのアクションをしないと、大ダメージを食らってしまう。しかもそのダメージっていうのが吹っ飛びモーションなんで、ダウンの展開もその後確定してしまうという。これはめちゃくちゃ大きなデメリットですよね。しかもそのデメリットを引き起こす要因っていうのが、ただ強い技を使っただけっていうね。普通だったらMP が切れてアーツ打てなくなるみたいな、そういうゲームが多いと思うんですけど、旧作ではね、その上大きすぎる千葉というデメリットもついてくるという、めちゃくちゃ初心者からするとちょっと厳しいようなゲームシステムだったかなと反省しております。で、もう一点、メリットが大きすぎるという点。こちらは逆に上級者視点の話で、このアーツをね、たくさん使用することで、あえてね、自分から自発的に千葉を引き起こすことができてしまうという点も問題でした。開幕からね、アーツを連打しまくって、あえて千葉発生を確定させてしまって、ちぎりをね、うまく戦闘に組み込んで、その発生した千葉すら敵に押し付けていくようなね、そんなムーブが、逆にこれもゲームバランスを崩すぐらいのレベルで強かったです。つまり初心者からするとデメリットがでかすぎるし、上級者からするとメリットがでかすぎる。しかもその上級者目線のね、千葉を押し付けていくっていう戦い方はちょっと絵面的にもね、あんまりかっこいいものではなかったので、あえて空気を読んで、かっこいい戦闘画面作るとしたら、上級者がね、いい感じにアーツを使ったり使わなかったり、千葉を押し付けたり押し付けられたりみたいな風な空気を読んだね、演舞的な動作をしないと面白そうな戦闘に見えなかった。で、その戦闘自体はやってる本人は別に面白くないっていう。そこが旧作の一番悪い点でしたよね。これは演舞から脱却したいっていう風な、過去の動画でも語ったことがあるかと思います。じゃあ、リメイク案ではどう改善していくのかっていう話なんですけど、自発的に千葉を引き起こせてしまうという仕様を削除します。今まで通りね、アーツを使っていくとオーバーヒートゲージがどんどん上昇していくんですが、これ仮に上限100としましょうか。100までオーバーヒートゲージが溜まった段階でアーツを使えなくなります。これは MP 版のスタミナ切れみたいな状態ですね。仮にこのアーツが使えなくなる状態を、オーバーヒート状態とでも呼びましょうか。
オーバーヒートゲージが溜まっていって、マックスになるとオーバーヒート状態に入ると。その状態ではアーツが使えなくなります。つまり、地罰発生までいけないっていう感じですね。この状態はゲージだけじゃなくて、なんか視覚的にね、エフェクトとかでも示唆した方がいいと思ってます。体中をメイがバチバチほとばしってるとか、地面にもね、そういったほとばしったエフェクトが出てるとか。で、このオーバーヒート状態はね、地罰が発生する、寸前の状態っていうイメージなんですけど、この状態の時に相手のアーツを被弾してしまうことで、地罰の発生が確定します。つまり相手の攻撃を被弾してしまうというね、悪い行動、失敗がトリガーとなって地罰が発生するという風になります。で今した話からわかるように、今回のリメイク案では、オーバーヒートゲージが上昇していく条件が2つあります。1つ目は今までと同様、アーツを使用することですね。アーツごとに定まった分のオーバーヒート値が上昇していきます。2つ目が、敵のアーツを被弾してしまう。これもまたオーバーヒートゲージ上昇のきっかけとなります。自分でメイを使っても上昇するし、相手からメイの攻撃を受けても上昇する。この辺はちょっとスタミナのシステムと近いところがありますよね。ステップっていうね、自発的な行動でスタミナが減っていくし、相手の攻撃をガードするっていう受動的な行動でもスタミナが減っていくと。そういったスタミナのシステムからちょっと着想を得たところがあります。で、アーツの使用とアーツの被弾。どちらの条件でオーバーヒート値が上昇していった場合でも、100まで、上限値までいった状態で、一旦上昇がストップします。つまり、オーバーヒート値90の状態で、普段ならね、20上昇するようなアーツを使ったとしても、110にはならないっていう感じですね。100で一旦止まって、必ずオーバーヒート状態を経由するという感じですね。オーバーヒート状態はいわば最後の防波堤みたいなもので、エフェクトでね、視覚的にも分かりやすくするっていうさっき話したと思うんですけど、もうそのエフェクトが見えた時点でね、ラスト一発で地罰が来てしまうやばい状態なんだっていうタイミングが生まれますよね。地罰に対する準備期間でもあり、相手がね、オーバーヒート状態に陥った時なんかは、まさにアーツを使ってね、果敢に攻めていった方が得をできるタイミングということで、ここが戦闘のサビ部分になるんじゃないかなと思っています。戦闘にメリハリがつきそうですよね。というのがリメイク版の地罰システムの概要になっております。ここからさらにもう一歩踏み込んだ話なんですけど、この新しいリメイク版のシステムを実装するにあたって、どうしてもね、もう一本ゲージを追加する必要が出てきます。オーバーヒートゲージですね。旧作ではオーバーヒート状態はエフェクトを目で見てね、感じてくださいっていう、とんでも仕様だったんですけど、それが超絶いけてない仕様だったっていうことは、もう今の僕はね、重々承知してますので、やはりどうしてもゲージをもう一本増やさないといけないなという話になってくるんですが、ゲージが3本になってくると、いよいよ戦闘画面がちょっとごちゃついてきますよね。プレイヤーの方はまだマシだと思うんですよ。HP とスタミナとオーバーヒートゲージ。例えばソウルシリーズなんかもね、HP、スタミナ、MP の3本のゲージが表示されてるんですけど、あちらはね、敵のゲージは1本なんですよね。HP のみが表示されている形。スタミナなんかはちゃんと存在はしてるんですけど、ゲージとしては表示されてなくて、なんかモーションがね、縦受けのモーションが変わったりしてわかるみたいな感じ。で、MP に関してはもう敵は無限だったりとか、そういう割り切り方をして、戦闘画面がごちゃつきすぎないようにうまく整えられてるなと思います。うちのゲームでもね、通常戦闘部分においては、以前の動画でね、方向 UI を排除することにうまく成功したので、ぜひともね、このゲージの問題もうまくスッキリと表示させたいところではあるんですが、一応この問題をね、解決するための策っていうのも少し練ってありまして、その話をちょっとしていきたいんですけど、実はスタミナゲージとオーバーヒートゲージを同一の1本のゲージで表示することができるんじゃないかなと現状考えています。この2つのゲージには明確に違うところがあって、スタミナはね、現状減算方式をとっています。上限値100あるスタミナがどんどん減っていって、0になるとスタミナ切れ状態に陥ると。スタミナ切れ中はゲージの色が灰色で表示されて、完全回復するまでその状態が継続。ステップやガードのモーションが弱体化されるというデメリットがついてきます。反対にオーバーヒートゲージはね、実装するのであれば、加算方式を取る必要があるかなと思います。0から始まって上限値100に到達するとオーバーヒート状態に入る。その状態はスタミナ切れと同様にしばらく持続して、その期間中にね、
敵のアーツを被弾することによって地罰の発生が確定してしまうと。でこれらをね、もし1本にまとめるのであれば、どちらかに合わせる必要が出てきます。でこれを加算方式にね、合わせていこうかなと考えています。スタミナゲージって加算方式でも現状問題なく表示できると思うんですよね。それこそ赤炉の体感ゲージみたいに0からスタートしてどんどん増えていってマックスになると体感が崩れてしまうというような形であれば全く問題なくね、現状のスタミナを伝える手段として加算方式を採用することも可能だなというふうに考えているので、スタミナとオーバーヒート両方とも加算方式にして、原点がゲージの真ん中部分ですよね。真ん中が0になっていて、これを左右で分けます。左側にスタミナゲージがどんどん加算されていって、右方向にオーバーヒートゲージがどんどん加算されていくと。つまり左右で別のパラメータを表す1本のゲージを作ろうじゃないかというお話ですね。こうすることによってゲージの数を2本に抑えたまま3つのパラメータをね、わかりやすくプレイヤーに伝えることができるんじゃないかなと、現状まだ机上の空論状態ですけどね、今のところは考えています。一旦この方式でね、ゲージの改造っていうところも来週1週間できっちりとやってみて、最悪ね、どうしてもそれだと見にくいってなった場合は、もうゲージを3本表示しちゃうっていう、妥協案も一応あるにはあるので、ちょっとゲージに関してはそういうようなチャレンジをしてみようかなと考えています。というわけで、地罰システムのリメイク案ですね、お伝えさせていただきました。この方針をベースにしつつね、今回の動画についたコメントを参考にして、多少微修正なんかをかけながら、来週1週間でね、とりあえず今一番出来上がってる敵、エリートエネミー、剣立てのやつね、あいつとの戦闘が今一番面白くできるので、そこに地罰システムを盛り込んで、来週の動画でお見せすると、おそらく今年のナスで一番大事な1週間になるんじゃないかなと思うんですが、うまくね、いい結果出せるように頑張っていきたいと思います。というわけで今回この辺で失礼します。お疲れ様でした。